こんちは。4G 初めから攻略パート52です。さあ、とうとうやってきました。今回でシリーズ最終回となります。長かったシリーズもついに最後か。いろいろと感慨深いね。最終回にふさわしい難易度のクエストを用意してます。最後まで頑張っていきましょう。ほい、ではやっていこう。最終回の最初のお相手は、こちらですね。日輪沈食。素粒ミラルーツのクエストです。こちらはエピクエ最終弾のラストクエです。道中のイベントはすでに消化済みでした。これが新モンスターとしては最後になるね。当然、登場ムービーもこれでラスト。最後の相手としてスケールは申し分ないね。まさに伝説的なモンスターだ。装備の方はスタナイペダンを担いでいます。おまけとして雷耐性章をつけました。ルーツといってもミラボレアスには変わりないので、この装備が一番いいと思います。それじゃ、最終回の一発目、気合い入れてやっていこう。来たね、ルーツ。昔と場所は変わったが、ムービーの質は段違いだ。開幕、メインキャラで戻り玉使ってブレス食らいました。見なかったことにしていただきたい。というわけで気を取り直して、ルーツの攻略を開始しましょう。こいつ、動きや骨格は黒赤と変わらないんだが、独自の要素をいくつか持ってるね。まず、扱う属性が雷に変化している。逆に、火の攻撃は見られないね。それと、基本的な肉質も変化しています。火光だと全体的に硬いですね。足などは変化ないようですが、多少マシだった腹が硬くなっています。属性の通りも相変わらず部位によって極端だ。平均値を見れば竜が有効なんだが。竜の効きやすさは頭に偏ってるようなので、属性重視はおすすめできませんね。とりあえず、さっさと怒らせて肉質を変化させたいです。このままだと全身岩のように硬いので。にしても、やっぱり黒と赤とは印象違うよな、こいつ。全身真っ白で神々しくなってる。ミラといえば、まがまがしさや怒りのイメージでしたからね。頂点に立つ種は真逆の雰囲気になりました。この子は長寿なミラボレアスという設定があるみたいです。白い毛が老齢感出てますよね。逆に言うと、それ以外の設定とかはよくわからないんだよね。近畿の中でも相当謎めいた存在だよな。ただでさえ長寿な竜たちの祖、一体どれほどの年月を生きているんでしょうかね。あっと、ここで怒り以降だ。やっぱどんだけ生きててもムカつくことはあるらしい。年重ねると譲れないもんも出てくるしな。怒りやすくなる人いるよね。厄介老人と一緒にするのは解釈違いですが、とりあえず怒った方が狩猟面ではありがたいです。まずは挨拶がてらノリを決めていきましょう。小耳とノリマスがあれば100人力です。ルーツは怒ると赤い模様が浮き出るんだよね。これ神の怒りっぽくて好きだわ。さて、ノリが成功したので頭を狙っていきましょう。ここは非常に柔らかくなっています。怒り時は頭、首、腹がかなり軟化します。挑戦者も相まって大チャンスです。特に腹の軟化がでかいね。感触的には弱徳が通るレベルで柔らかくなってるよ。あ、この飛び方は例のリサイタルですね。ルーツの代名詞とも言える行動だね。
画面外から大ダメージの雷を降らせてくる。基本ランダムだけど、3回だけ必ずハンターの足元に着弾するようになってるよ。これはキャンプ出口から見て反対側の壁側にいるとランダム落雷が少ないみたいです。今回はそれとは逆側に避けました。この隙に高速弾をゲットです。ついでに切れ味も回復っと。これ、モーション終わりきるまでルーツ完全無敵だからな。なんなら飛び立つ瞬間から当たり判定がなくなります。ルーツらしい規格外な行動と言えるでしょう。規格外といえば聞こえはいいが、対処さえ分かればただの時間稼ぎなんだよな。昔より対処が簡単にはなってるが、結局、モーション中ずっと手が出せないわけだし。こっちの力では本当にどうしようもないですね。イベント戦のギミックみたいなノリですか。リサイタルはランダムに繰り出すのと、体力一定値で確定で出すみたいだね。最悪、2連発されたりするよ。あの瞬間だけは許せないよね。こっちの強化状態の問題もありますしね。タイムにもだいぶ影響します。とはいえ、ルーツ戦の不満はそれくらいかな。それ以外は肉質もはっきりしてて我々好みだ。つうか、ミラ系の中で一番好きかもしれん。ラースみたいな理不尽要素もないし。だいぶ素直な調整ではありますよね。地形もシュレイド城は恵まれてるし。肉質の分、時間も意外にかからなかったりします。戦ってて楽しいモンスターですね。少なくとも過去作のルーツに比べるとはるかにやりがいあると思うね。昔は体力 50% から 20% まで常時効果だったから、ソロだとだいぶ戦法が限定されてたんだよな。大砲もろこしでひたすら砲撃してましたね。伝説の古流相手に農作物で対抗とは。あれはあれで楽しくはあったけどな。麦わら帽子で雷をガードする様は必見だよ。おりゃ。これで2回目のノリですかね。うまく怒り状態とエキス状況を合わせていきます。ミラ系は全種共通でノリの価値が高くなっています。頭破壊は貴重な素材がもらえますしね。ルーツ武具も武器防具ともに多いからね。それらを狙うならかなり周回することになるだろう。はい、小耳のおかげで速攻乗り成功と頭をめった切りにしていけ。たった10秒間ではありますが、ここまで無抵抗な部位を殴れるの楽しいですね。頭、第2段階まできっちり破壊ができました。乗り攻防は完璧でしたね。おっと、ここで切れ味が落ちたか。すぐ研ぎたいが。ちょうどリサイタルが来ました。ついでにキャンプで体勢を整えましょう。戻り玉には最後の最後までお世話になったな。ほんとこれ汎用性高いよ。後半は決戦場系のフィールド増えますからね。必然的に戻り玉の需要が高くなります。相変わらず支給品も充実してますね。回復が山のようにありますよ。ダルジーも面白そうだな。これも取っておこうか。お、戻ってきたらまあまあ AH いるじゃん。このまま激流層を狙っていくか。そうそう、リサイタルの最中には入らない方がいいですよ。最悪重ねられてを繰り返されますから。過去、それで何敗かしたことあります。焦りは禁物ですね。さて、ルーツくん、ブレスばっかり打たないで、さっさと近づいてきてくれ。近づく気なさそう。ヒュー、近くで見るとすごい迫力だ。ピンクがかった独特な色してるよな。よし、そのままこっち来てくれた。これでも食らえ。お、いいですね。クリーンヒットです。とりあえず赤だけ回収して殴ります。これは、ギリギリ頭殴れてるかな。一部首に吸われてそうだ。激流層のダウンは、ノリとあんま変わらないんだが、段差の影響で実質は短めになるね。それでも、狙う価値は十分ありますね。まず、槍自体の固定ダメージが大きいです。常に頭が狙える戦法なら、武器だけでいいでしょうが、そこまで習熟するのがまず難しいですからね。総中根でもリーチは足りてそうだけどね。大剣みたいなムーブできるのかな。あ、やべ、雷の方を食らっちゃったわ。大樽に当たったと思ったら、ダメージやっぱ。一応雷耐性20もあるんですけど、体力半分近く持っていかれましたね。正直、耐性に頼って立ち位置適当だったんですが、これは何度も食らえませんね。さすがは素粒といったところか。即死じゃなくなったとはいえ、攻撃力は健在だ。セカンド G の頃は根性で耐えるゲームやってましたね。よくあんなの周回してたなと思いますよ。さあ、ルーツが飛んでしまったので、次は高速弾でも当てましょうか。こいつが飛ぶたびにリサイタルかとヒヤヒヤするよ。あの時間マージで虚無だからな。ルーツくんはチャージブレスの構えです。一発で止めてくれるとありがたいんですが。ブレスはやめたけどまた飛びました。もう高速弾で落としちゃいましょう。若干距離が遠いのがもったいなかったが、
上からブレス連打されるよりマシだな。高速弾は高速時間が一番長いよ。名前負けしてないね。頭が少し動くのがネックなんですけど、そこまで大きなものではないですね。これの高速はだいたい15秒くらいでしょうか。かなり大きいと思います。さて、これでめぼしい兵器は全部当てた。あとはガチンコ勝負で体力削っていこう。虫当てフィニッシュしましたか。相当ギリギリで立っていたんでしょうね。タイムは17分12秒でした。まあこんなもんかなって思います。これ、総中魂ならペダンでいいと思うがどうだろう。竜武器の方がさすがに早かったりするのかな。微妙なとこですね。物理性能を見た方がいい気はしますが。まあいいか、じゃあ、ルーツ部具を見に行こう。いろいろと解放されてるぞ。まずは、やっぱり防具からかな。こっち目当ての方が多いだろうし。こちら、ミラルーツシリーズですね。さっきの白ボレアスがルーツと呼ばれるゆえんです。スキルとしては、刀匠と鉄人がメインですね。かなり攻撃的な構成になってます。これは最終環境でも使われるね。真打ちプラスアルファの火力盛り構成に組み込まれる。弱点としては、やはりスロットが少ないこと。胴と腰に一つずつ空いてるだけだ。基本的にはパーツ単位での採用になりますね。頭と足が優秀です。この2部位は共通して刀匠3と鉄人6です。GX ミラバルと違って刀匠が偏ってるんですよね。これのおかげで見切りが追加できることも多いよね。見切りは1ならコスパいいからな。で、ルーツは武器の方もたくさんある。なんと14武器種すべて存在するよ。属性は竜か雷のどちらかになります。素材元のイメージと合ってますね。性能の傾向は武器倍率と高い属性値を両立しつつ、巧みで長い紫ゲージが出るものになってます。一方で、スロットは全く開かないものが多い。空いてるのはフエトガンスだけかな。どちらかといえば、雷武器の方が需要は高いと思う。生産の雷はそこまでスペック高くないからね。総中魂は TA で見かけたことありますね。あとは片手やチャークも強いと思います。が、こちらは防具ほど使い勝手は良くないです。武器スロセロって重いんですよね。今すぐ作りたいものはないね。そのうち、防具の頭か足から作ることになるだろう。それじゃ、次の戦闘の準備をするか。はい、では武器製作をしていきます。これが最後の装備作りになります。作るのは総中魂だよ。一応、4のパッケージってことで。まず第1段階、黒竜魂ね。これもようやくって感じ。竜の魂はシャガルのものがありますが、こっちは切れ味を犠牲にステータスを強化した形です。とりあえず、作成段階だと使い物にならないので、強化を進めていきましょう。ようやくここまで来たぞ。長かったな。素材は大丈夫でしたが、お金の方でストップ食らいました。どれほどのラージャー素材を売ったか覚えていません。そんなわけで最終強化です。新黒竜魂限定になります。倍率270、竜520スロット3。おまけに防御プラス40までついてるね。スペックはいいんだが、この切れ味はちょい厳しい。基本的には属性特化の運用が向いてるだろう。おっと、そのまま極限強化しようとしましたが、またお金が足りません。これ作るまでに一体いくら飛んだんだ。武器の強化費用だけで50万超えてるんだが。ここで集めてきた G 級ラージャー素材が火を吹きます。とにかくコモン素材を売ってお金にしましょう。これでよしっと、私は一体何をしているんだ。ともかく、これで装備は揃えました。それでは、いよいよ最終決戦といきましょう。正真正銘、これがラストクエになるね。気合い入れていこう。はい、ではやっていきます。最後に選んだクエストは、イベント、巨撃砕くは砲撃の雨、強化ゴグマジオスだね。4G のラスボスの本気とも言える個体だ。最後にふさわしい難敵だよ。この子、すでに2回戦ってるんですが、このクエはまさにマジオスの本気と言えるものです。それではやっていきましょう。しっかり優秀の美を飾ってください。おし、戦闘開始だ。早速通常クエとは違ってるな。BGM がいきなり後半戦のものですね。マジオスの見た目も全開モードです。というわけでこのクエスト、常時後半戦の仕様です。最初から柔らかく、最初から飛びます。前提として強化クエストなのも忘れちゃいけない。ステータスも通常クエより高くなってるよ。もちろん、肉質は一番柔らかい状態ではあるんだが、
簡単なクエでは全くないな。対抗策としては、まず竜属性を持ってくることですね。重油がある部位には非常によく通ります。比較的固めの翼脚ですら、竜40です。ダメージ自体はかなり効率よく稼げるでしょう。しかしながら、ダメージはやはり痛い。素で半分くらいもらってるな。このクエスト、あらゆるダメージが重いものになってる。攻撃ばかりに気を使っていられないね。常に降り注ぐ重油もかなり厄介ですね。ダメージがでかいし、飛ばされると追撃リスクがあります。とにかく、土下座だけは食らわないようにしないとな。あれは多分、一撃でキャンプアクリにされるだろう。このクエストも久々にやると結構むずいですね。重油部位が柔らかいとはいえ。ダメージを出すなら重油の部位だけを狙わないといけず、どのタイミングなら殴れるか把握しないといけません。通常個体の攻略は物理重視の武器でやってたからな。その弊害がちょっと出てる。ブレス以外、まとまった隙が狙えてないね。黒竜魂で足とか殴ってもしょうがないし。物理性能もある程度高いんですけど、やはり竜が通らないと有効打にはならないですね。ミラコンは切れ味の問題もあります。ある程度殴る部位は絞らないといけません。正直このクエ、やる前はちょっと舐めてた。最後これでいいのかなとすらね。肉質表を見ただけだとそう思いますよね。機体の肉質があまりにも柔らかいもんで。実際やってみると、ちゃんと難しいクエになってます。少なくとも古文書クエよりはやりづらいです。このビームだけ繰り返してくれりゃあな。ずっと殴れてて気持ちいいんだけど。これ、思ったより使ってくれないんだよな。2連発するのはいいところだが。割としっかり肉弾戦してきますよね。特に倒れ込みの頻度が高い気がします。夢中になって殴ってるととっさに回避できないので、常にビビりながらやってます。とにかく一発がマジで痛いんだよな。グレートだと追いつかないくらいだ。立ち回りとしては身長をベースにしよう。刺すときは刺すって感じで。エキス管理も必要ですしね。おっと、ここで飛んだか。じゃあ戻って最初の激流走の準備だ。今回もしっかり調合分まで持ち込んでおります。ガンガン戻っていきましょう。では、支給品を頂戴してから、戦闘に復帰したいと思います。よーし、ちゃんと降りてるね。まだ高速手段が解禁されてないからな。飛ばれてるだけでリスクありますからね。基本は飛ぶたびに戻るつもりでいます。マジオスは素直に向かってきてくれるのが偉いね。さあ、こっちおいで。はい、スイッチオンと、エキスが切れてるから回収しつつ殴らないとな。白は後ろ足、そして赤が翼脚ですね。チャンスにはパワー全開でいきましょう。チャンス時に殴る部位は胸ですね。期待値はここが最も柔らかいです。物理55に、竜は脅威の65だ。タラ君の軟化時に張る通りやすさだね。あっという間に V 破壊も完了したぞ。そのままノリも狙っていこう。切れ味、エキス状況ともに万全。しかも挑戦者まで発動していますね。マジオスは怒り時に防御力が下がる仕様もあります。ベストな状態でダメージを与えられそうです。今回は、スタナイに小耳を入れたものを使ってる。方向中の攻撃チャンスを重く見た形だよ。これは乗り攻防でも役立つね。確実にダウンを奪っていこう。このクエ、長引かせると散り品になりそうですからね。なるべく最初にまとまったダメージ取ってしまいましょう。やはり弱点を集中攻撃しているのはいい。肉質の知識を入れとくと楽しさ倍増だぜ。胸は普段なかなか殴れないですからね。チャンスにラッシュをかける王道ですが最高です。さて、めぼしいダウンは取りました。次は尻尾破壊でも目指しましょうか。そうだね、今度は空中ダウンに備えておこう。一段階破壊して高速弾を入手したい。今がチャンスだが、壊せるかな。お、破壊できたようですね。落とし物が確認できました。尻尾も尻尾で相当柔らかいです。胸より若干竜が通りづらいくらいですね。判定が意外と小さい以外は狙いやすい部位だね。真ん中から先じゃないと尻尾判定にならない。ともあれ、これで高速弾は確保できた。今度飛んだらお見舞いしてやろう。飛行の体勢に入りましたね。こちらも迎撃準備に移ります。まずは対空の高速弾だな。ギリギリで解放されたよ。で、ここの位置って当たるのかな？見た感じ微妙だ。無事に当たったみたいですね。ロープが若干外れてるように見えましたが。まあいい。とりあえずこれで撃墜できるぞ。すかさず拾った高速弾も狙っていく。よーし、撃墜大成功だ。ここのダウンは頭を狙ってみよう。頭は尻尾より若干硬いくらいですが、ここも十分すぎるほどの弱点部位です。竜の通りは60、天帝の竜520が光ります。
ここもあっという間に破壊完了したな。機体 V はダウン1回で軒並み V 破壊だ。さあ、いよいよ取れるダウンも少なくなってきた。あと乗り1回くらいは狙えるけど。あとは背中破壊の激流走くらいですかね。あれも当分先っぽいです。背中は多分竜が有効な V じゃないんだよな。壊すの時間かかりそうだもんね。よし、ここからがこのクエ本番だな。おつらない程度に頑張るぞ。さあ、バサッと飛んで、現在20分張りです。ここまでで色々とありました。サブタゲ達成して尻尾を切って、あとは2回目の乗りも通したね。今は背中破壊を狙って立ち回ってるところだ。多分もうすぐ壊せると思うが。正直、戦況としてはあまり良くありません。回復を結構使ってしまいました。やっぱ、近接のガチンコやるとこいつ強えよな。思ったより図の立ち回りで苦戦してるよ。さすがは 4G のラスボスの本気ですね。最後にふさわしい強さです。おっと、これは翼脚のダウンが入ったかな。何回かひるむと倒れてくれる。この隙に背中を集中攻撃します。やっぱマジオス戦は背の槍も打ちたいですよね。よーし、破壊完了。どこの激流走かわからんが、我々を助けてくれ。いつもの即起動スタイルで行きます。外すのが一番しょうもないので。胸が向く方向は、多分向かって左だよな。この位置調整、結構重要ですね。反対に回っちゃうと、それだけでロスになります。ミスった時のリカバリーは頭か、最悪翼脚ですね。回り込むのはなしです。しかし、まだ全然ピンピンしてるな。結構殴ってると思うんだけど。今回、一応30分以内を目標にしてるんですが、ちょっと怪しいペースですよね。しゃあねえ、慎重に動くと決めてるんだ。ここまでやって落つだけはないようにしていこう。あれからさらに数分が経過しまして、25分張りを超えております。なんと、飛躍を調合まで使い切ってしまいました。かなりまずい状況です。おい、一体いつ倒れるんだこいつは。防御面は薄いんじゃなかったのかよ。もう30分近く戦ってて、疲労がやばい。どんどん操作が適当になってる気がする。やはり、ダウン時以外の立ち回りが課題ですね。正直、何をすればいいかよくわかりません。このクエを攻略するためには、重油 V を狙う動きを覚えないとダメそうです。もう半分気力で戦ってる。頼む、もう倒れてくれ。やっと終わりました。なんとか30分は切れたようですね。いや、ハードなクエだった。これってこんな難しかったっけ？竜属性特化で軽々超えられてた覚えがあるんだが、ちょっと TA を見すぎたか。飛躍が切れた時はどうなるかと思いましたよ。後半、特に被弾が多かったですね。何にせよお疲れ様でした。シリーズの最後にふさわしいクエになったでしょう。だね。それじゃあ、解放される防具を見ようか。これ、素材目的でやるイベクエだからね。よし、じゃあちゃちゃっと見ていくぞ。追加されるのは防具だけだ。こちらですね。GX 光天シリーズです。アマツの特別な防具。ですが、アマツの素材が解放されるわけではなく、あくまでチケットとマジオス素材で作られます。基本的には回避性能をつけるための防具だね。おまけで距離と巧みが少し混じる。銅は倍化されてた頃のナルガにそっくりだ。G 級になってこれだとちょい物足りないが。特筆すべきはやはり腕と腰ですね。貴重な倍化防具になってます。腕は反逆王より基本はこっちですね。流体性以外はこちらが優れてます。腕はヒラヒラした装飾が特徴的だよね。つけてるとすぐわかる。それと頭もたまに使ってるよ。回避性能4スロ3で普通に優秀だ。さっきのクエをやらないといけないので大変ですが、作る価値は十分高いと言えるでしょうね。ほい、というわけで全てのクエストが終わったよ。このシリーズも本当に最後だね。カンソロで42回、DLC を解禁して10回、なんと全部で52回の大長編になりました。改めてここまで見てくださった方々には、最大限の感謝をお伝えしたいと思います。毎回コメントくれる人とか本当に支えだったよ。心からありがとう。いろいろ振り返りたいところはあるが、それは別途動画にまとめて投稿したいと思う。裏話らしいものはないんですけど、半年もやってきたし、せっかくですからね。やっぱり、モンハンで一から攻略し直すのも楽しいよな。いずれ他の作品でも同じシリーズやりたいと思う。我々、同じ作品を何度か遊び直したりしますからね。うまいことお届けできるはず。プレイの順番は、撮影の環境とかも踏まえて、おいおい決めていきたいと考えてます。さて、それじゃあそろそろ締めよう。
これで動画投稿終わりじゃないからな。ですね、次の動画作らないと。ほいじゃ、次の動画で。またね